材料の確認です。羊毛が5色、マカロンのベースが2つ、三色団子のベースが3つ、パール、黒文字、爪楊枝、お菓子の式紙が入っています。ご確認ください。ご自分で用意していただくもの、あると便利なものはこちらです。羊毛フェルトを使ってかわいいマスコットを作っていきましょう。桜の季節にぴったりな桜餅マカロンと三色団子のマスコットです。一緒に作ってみましょう。キットにはこちらのベースが入っています。こちらは桜餅マカロンになるベースになります。2つを合わせて1つの桜餅マカロンができます。平らな面を内側にして、カーブのついている面を外側にして作っていきます。こちらのベースは1つずつ手作りで作っていますので、少し形がいびつな部分とかがありますので、まずベースを整えてみましょう。羊毛フェルトにはこの専用のニードル針という針を使って作っていきます。先の方がギザギザになっていて、それを刺すことで絡めて固めていくという仕組みになります。先がとても鋭くなっていますので、気をつけて作業を進めてください。まず少し粗く刺してみましょう。このように刺していくと、刺した部分が少しへこんでいくのがわかると思います。桜の形の少し出ているなという部分を刺していただくと、へこんでいくのがわかると思います。針の扱い方ですけれども、刺した方向と同じ方向に引き抜くというやり方で刺してみてください。刺した方向と同じ方向で抜くという感じです。刺した方向と違う方向に曲げて抜いてしまうと針が折れてしまいますので、同じ方向に抜くというのを注意して使ってみてください。形が少し出ているところを少し刺すだけで、このようにへこんでいくのがわかると思います。皆さんもベースを整えて針を使ってみてください。ベースを整えることで針の扱い方が少し慣れていただけると思いますので、2つのベースをまず整えてみましょう。形をきれいに整えて、その後に色付けをしていきたいと思います。このように整えてみましょう。それではこちらに羊毛を使って色付けをしていきます。桜色の羊毛をご用意ください。桜色の羊毛をこちらのベースより一回り大きいシートにしていきたいと思います。まずこちらの羊毛をそのまま使うのではなく、薄く引き出して縦横に重ねてみてください。薄く伸ばしてから重ねることでつるんとした表面を作ることができます。そのまま使ってしまうのではなく、薄く重ね直して使っていきましょう。ベースより一回り大きい範囲に薄く重ねていきましょう。だいたいこのぐらいかなというところで一度ベースに当ててみましょう。この時に白いベースが透けて見えなければ大丈夫です。
大丈夫なようなので、このままやっていきます。こんな感じです。大きさで言うと一回り大きい感じです。そしたら桜餅のベースの上に乗せて、ベースのあるところを粗く刺してみましょう。粗く刺すとベースとふわふわの羊毛が少しこのように固定されると思います。粗く20回ぐらい刺したら、次はお花のくびれたところを指で押さえながら刺していきます。引っ張って裏側に押さえて、形をしっかりと出るように引っ張って貼りながら刺していきます。裏側の部分は中に入ってしまいますので、引っ張りながら裏側に刺して表面がきれいになるように貼りながら固定していってください。花びらがだんだん出てきました。そしたらこちらの花びらと花びらのくびれのところとか、お花の側面の部分を刺して形を整えてみましょう。ふわふわと出たところを順番に刺していきます。最初のベースと同じ形になるように刺しています。内側に貼りながら固定していきましょう。お花のくびれたところも刺して、こんな感じになってきました。そしたらもう一つもやってみましょう。もう一つも同じようにやってみましたが、先が少し白く見えてしまったようなので、少し羊毛を足したいと思います。羊毛を足す場合は、足したい部分だけにできるだけ小さな範囲でつけていくといいと思います。また全体につけてしまうと、濃いところ薄いところが変わりなく、また薄いところができてしまいますので、薄くなってしまったところにできるだけ小さな範囲で羊毛を厚めに重ねてつけてください。白くなっているところはまた整えてみてください。そしたら、花びらの側面をつついて形を整えていきましょう。厚みのあるマカロンなので、側面の部分をきれいに整えてみましょう。横の部分を整えて形をきれいに均等になるように作っています。少し大きいようなので、もう少しつついて小さくしてみようと思います。羊毛フェルトはこの針でつつくことですごく形を整えたり小さくしたりできますので、好きな大きさまでつついて整えてみましょう。そうしたら、側面と上の面のちょうど間の斜めの面ですね、斜めの角のところをつついていきましょ
ここをつついていくことでなだらかな形にすることができます。この角の部分をつついて角をなくす感じですね。ここにつつくことで真ん中が高くてだんだん低くなっていく丸みのある形を作ることができます。なだらかにしてみましょう。そうしたら上と下のマカロンの大きさが揃うように同じ形になるように2つを合わせて形を大きい方をつついて形を揃えてみましょう。くびれた部分がきちんと揃うといいと思いますので、それを確認してみてください。そしたら、こちらのマカロンを2つ合わせてどちらを上にするかを決めてください。きれいにできた方を上にしたいと思います。きれいにできた方のマカロンにパールの飾りをつけていきましょう。こちらのパールをワイヤーから外して針と糸でくっつけていきます。針と糸を使って一つずつ上のベースの真ん中に5つのビーズをつけていきます。後ろの方をちょっとすくって留めていただき、表に1つずつ、パールをつけていきましょう。とても小さいですのでなくさないように気をつけてください。針も少し細いものではないと通らないかもしれませんので、細い針をご用意ください。一つずつ裏側に通して留めていきます。最後のところは少し内側ですくって玉留めで留めていきましょう。ここは内側に入ってしまいますので少し出ていても大丈夫ですので玉留めで留めておいてください。パールの飾りがつきました。裏側はこんな感じになっています。そうしたら、下のマカロンのベースの内側になるところですね、このように、重なりますのでその下の部分の上に黄色の羊毛をつけていきましょう。これがあんこになります。黄色いあんを挟んでいく感じです。黄色の羊毛を少し取って丸めてのせてみましょう。上にのせてマカロンのベースのお花の形の一回り小さくなるように羊毛をつけていきます。桜の形の一回り小さい感じに
黄色の色を入れていきます。この時ですけれども、深く刺しすぎると桜の色の上に黄色が突き抜けてしまいますので、あんまり深くならないように刺してみてください。縁が大事なので、縁に黄色が来るように入れています。桜の形の一回り小さい黄色の羊毛をつけます。縁にきちんと見えるような感じに入れています。どんどんつけていきましょう。真ん中のあたりは上にかぶさってきますので、縁だけですね、側面がきれいに黄色に見えるように入れています。中の方は少しふんわりとした感じに固定しておいていただいたらいいと思います。周りに黄色が出るように固定しています。そうしたらこの黄色のふわふわしたところはこのようにちょっと針でくるくるっと丸めて刺していただいてもいいですね。黄色が一回り小さくできたら上と下を固定していきましょう。形を合わせて固定していきます。上の、羊毛のベースから斜めに刺して固定していきます。今ちょっと立ててやっていますけれども、針が危ないので皆さんは下にきちんと置いてやってみてください。上から下、下から上の斜めというように刺すことで今の黄色のふわふわとした羊毛の部分でつなげることができます。こんな感じになんとなくくっついたら、今度はこの黄色の部分を整えていきましょう。桜の形になるようにくぼんだ部分を今ちょっと刺していきたいと思います。少し羊毛が足りないようなので、黄色の羊毛を少し、よって間に挟んでいきたいと思います。足りないところに細くしてから刺していくといいと思います。もともとの黄色の羊毛の上に刺す感じになっていると思います。一周案があるかどうかを確認して入れていきましょう。ちょっとふわふわしたところはこのように針でちょっと寄せて中に入れ込んでいきましょう。余分な羊毛はハサミでカットして切り口を中に入れ込んでおきましょう。切り口の部分が見えないようにニードル針で刺しておきます。
から見て確認してみましょう。形を整えて、ぷっくりとした厚みのあるマカロンができました。そうしたら、表面に出ている細かい羊毛の先などをハサミでこのようにカットしてみてください。マカロンの表面にハサミを当て、マカロンを切ってしまわないように、このようにふわふわとした部分をカットしていきます。こうすることでとてもきれいにつるんとした形に整えることができます。ふわふわとしたところをカットして完成です。それでは三色団子の方を作っていきましょう。三色団子の方は、丸い羊毛のベースが入っています。こちらにそれぞれの色を巻きつけて三色団子にしていきます。少しカラフルな色がついていますが、ここに白とピンクと緑の羊毛を巻きつけていきます。まず白い羊毛を使ってやってみましょう。先ほどと同じように白い羊毛を薄く広げて重ねてから巻きつけていきます。今度はすごく小さいので、あんまりたくさんではなく少なめに、ちっちゃめに、羊毛を重ねてみてください。薄く広げて重ねています。このぐらいの大きさでいいか、そうですね、薄く重ねてから4分の1ぐらいに折りたたんでやっていただくと、もう完全に透けて見えなくなりますので、こんな感じでちょっとやってみましょう。丸い羊毛のボールにふわふわの羊毛を貼って粗くまず固定しています。周りに固定してみてください。まず上の面を固定し、ひっくり返して余っている分を、巻き込んで、こちらの時は貼りながら、羊毛を持って固定しています。そのままふわふわのまま針を刺してもくっついていきませんので、しっかりと押さえてからその上をニードル針でチクチクと刺してみてください。丸い形になるようにつけていきます。指を刺さないように気をつけてください。だいたい丸くなったら、少し薄くなっているところがないか確認していただき、薄いところには、また少し羊毛を重ねていきたいと思います。できるだけ小さく、つけたい分だけ少しだけ重ねた方がいいと思います。ふわふわの部分を刺し、足りない部分に出していくという感じです。手でこのようにこするとちょっと形が整いますので、白のができました。他の色も同じように作ってみましょう。
緑のお団子もできました。ピンクも作ってみましょう。ピンクもできました。それではこれを爪楊枝に刺してお団子にしていきましょう。爪楊枝の先が尖っていますが、これを直接刺すことはできませんので、千枚同士で穴を開けてつないでいきます。一番下が緑ですね。緑の羊毛のボールを爪楊枝で千枚同士で穴を開けてすぐに刺してください。穴を開けてしばらくするとすぐに閉じてしまいますので、次はピンクは後です。白です。白のボールをつけてピンクのお団子も刺してみてください。ピンクのお団子は上が一応突き抜けるように千枚同士を刺しますが、羊毛は真ん中で終わるところまでにしてください。串に刺せたら少し形を整えてハサミで表面を整えていきましょう。針で整えてからハサミでこのように表面をカットするとつるんとした形に、整うことができますので、表面を切っていきましょう。丸はちょっと小さいのでやりにくかったと思いますけれども、このようにハサミで表面を整えることできれいに仕上げることができます。棒につけてからやるととてもやりやすいですね。三色団子完成です。こちらの桜餅マカロンと一緒に飾ってみましょう。お菓子の敷紙と、黒文字を並べて飾ってみました。かわいい桜の季節のマスコット完成です。